はようございます。めっちゃいい天気だな。風がない。快適。片付けましょやっぱ朝方めっちゃ寒かったな。う。ねえ、本当だね。こう部屋の中の空気が外だった。うわ、びっちょり。びっちょり。おはようございます。おはようございます。斉藤です。斉藤です。起きれました。はい。めっちゃ遅いけど、今9時15分。よく寝ました。ね。一回寒くてね、朝起きちゃって、温まってからって思ったら1時間そこから寝ちゃった。ということで、はい。現在いる場所はどこでしょうか。道の駅お茶の京都南山城村。長い名前が。ということで京都におります。すごい。昨日の夜中走ってきてね、京都にたどり着いたんですけど、今日はこれからお粥を食べに行きたいと思っております。イエーイ奈良の有名なお粥屋さんなんですかね。いろいろ検索したら、奈良県はお茶を入れる茶粥っていうのがすごい人気らしくって、ほうじ茶とか、なんかお米にそのお茶をかけて食べる茶粥、それを今日味わいたいと思います。はい、何店舗かあったんですけど、ワンちゃんと行ける場所があったので、そこに向かいたいと思います。なんかね、漬物がバイキングなんだって。ワンちゃんと行けるんですけど、何かを忘れるということで、いつも今回リュックを忘れました。2個メリのなのでちょっとごめんなさい。リードでも行けるって書いてあったので、ちょっとそれで外のテラスに入りたいと思います。ご飯の時間です。テリーヌご飯の時間だよ。トロトロのさ、ささみのさ、テリーヌご飯にしたんだよな。それがなんかさ、混ざりやすくて美味しくて好きみたいで、スプーンを折ってしまったためこんなちっちゃいスプーンになりましたあ、フライングです。お客様、2個メリが食べ終わったら、うちらは道の駅を見に行ってるから、その間におトイレをするんだよ、ニコ。誰もいなくならないとしないしね。そう、昨日からさ、うんちしてないんだから君。道の駅お茶の京都南山城村、すごい山の中にあるんだよね。すごいいいとこ。昨日はすっごい静かだったんだけど、今日はこんな感じでひっきりなしにバイクが入ってきます。すごい人気。見に行ってみましょうか。豚汁100円だって。100円。これ食べていく？ちょっとそんな直行じゃなくて待ってください。うわ、なんだこれ、すごっ。むちゃむちゃロールしてんの？村茶ロールってあるよね。むちゃむちゃロールって知らないし。アイスも美味しそう。なんかお茶が今すごい綺麗なお茶畑あったよね。美味しそう。全部。お食堂だ。うわ。テイクアウトメニュー。でもなんか団子みたいなね。うまそう。2杯です。はい、ちょっと待ってください。はい。いただきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いい匂い。いただきます。いただきます。うま。わ、おネギも美味しい。一杯100円だよ。優しくない？こんないっぱい入ってて。わー、なんか京都にいるって久しぶりだし、すごい嬉しい。京都と奈良に本当行きたかったから、静岡にいるうちに行きたいとかって言ってて、勝手にすごく近いって思い込んでたけど、4時間ぐらいあったね。下道だけど美味しい。
染み渡る。ブヒ豚汁だった。ー。よし、一個行こすごい誰もいないよ。やったじゃん。う。ドッグランがあるということで、ラッキー。誰もいないし、よかったね。久々だねドッグラン。久々。よいしょ。やったー。あれ？メリメン。よかったメリメン。クマさん、頑張って。頑張って。はい、上手。よし、よっ。ニコーン。うわー、すごいじゃん。あ、メリも参加しますって。それでなんか言っちゃうかな、メリも。うわー、すごいじゃん。あー、ニコ頑張ったね。ニコ頑張ったね。ちょっと褒めたいのに止まらない。レッツハンチング。ハンチングトレーナーも走っております。ハンチングトレーナーゴール。ありがとうございました。山城村。ありがとうございました。ということで、始まりました2025年。確かにもう始まって半月ほど経ちますが、早くない？手前の映像の通り現在京都におります。めっちゃ久しぶりの京都ですね。そうだね、5、6年ぶりじゃないですか。そうかも。キューブでね、うん、京都の旅やってましたけど、一番最初の車中泊旅ですね。そう本当にね、結構手こずってるわけじゃないけど、本当に初心者。手こずってるよ。寒くてしょうがなくてさ、ゴールデンウィークだけど。でもね、なんかそういうので楽しくてハマったから今があるっていうのがありますよね。そう絶対忘れないですね。初車中泊がゴールデンウィークに軽井沢の方で車中泊したんですよ。はい。5月とはいえ、多分気温が1度とか2度とかだったのかな、最低。まさかのね、そんなに寒いっていうね。今日もそうだったけど、やっぱ朝方めっちゃ寒くて冷えてくるから、そうエンジン切って寝てるとね、シュラフもなんか夏用みたいなのしか持ってなかったし、電気毛布も当時なかったし、電源もねなんかちっちゃいポタ電しか。そうだ、アークっていうやつ持ってた。あれだと2人用の電気毛布持たないんだよね、1日も。あ、懐かしいね。本当にね、ヘタッピーだったよ。本当知識もないからこれでいけるだろうみたいな、お泊まりセットみたいなのしかなくて、試行錯誤しながら車中泊をして、やっぱもう一回こういう風にやって行ってみようよっていうなんかリベンジ精神とかもあったりしてハマってったっていうのもあるかもしれない。もっとこういう風に次やろうみたいな。よかったらね、また過去のキューブの旅動画もご覧いただけたら大変嬉しく存じます。はい。そして今から向かっているのはそのお茶屋さん、お茶がゆさん、お茶がゆ屋さん、お茶がゆ、お茶がゆ、はい、なんか茶がゆって初めて聞いたんだけど、お茶をかけて食べるお茶漬け的なおかゆ屋さんに向かっております。奈良県ですね。奈良県茶がゆ月日星さん、奈良公園すぐそばのお漬物バイキングの茶がゆ屋さんということで、めちゃめちゃレビューも良くて、テラスにワンちゃんが入ることができて、ちょっとお高いけどなんか口コミを見る限り値段を感じさせないぐらいとても良かったっていうレビューが多くてですね、何十種類だっけ、20種類のお漬物が取り放題。すごい。奈良漬け、そう、あと温泉卵があったり、もろもろなんかデザートにもなかがついてたりとか、ご飯とね。うわー、念願のおかゆだ。お漬物20種、白ご飯、茶がゆ、味噌汁、ほうじ茶もなか1640円。まあまあしますけどね。子供さんは900円ということで、最近さ、キャンプ行ったり、旅行ったりするとさ、外食の値段が上がっていて、上がってる、全体的にね、一昨年ぐらいまではなんか1000円ぐらいだったら嬉しいなって思って外食してたんだけど、もう去年1年でインバウンド効果とかもあるんだろうけど、もう2000円まで驚かなくなってしまって、全体的に物価が上がったんだなと思って、もう仕方ないんだなと思うことにした。びっくりすることもだんだんちょっと
少なくなって慣れてきました。慣れちゃったね。まあそういうことで朝ごはん兼昼ごはんのお茶粥屋さんに向かっております。ねえねえ、これ笠木じゃん。あ、本当だ。太郎ちゃんがねずっと行ってみたいって言ってた笠木キャンプ場をたまたま通ることができた。あ、めっちゃいるキャンパーさん。笠木大橋って書いてあるここじゃん。来れたね。見れたね。いきなり見れた。見えない。見えない橋で。残念。ちょっと見えね川がすごい綺麗。あ、こんな綺麗なところにあるんですね。笠木キャンプ場が見えない。ちょうどなんかね歩道の方の橋で隠れちゃって、ね、うわー残念。あらあらたまたまの笠木。全く一瞬しか分かんなかった。ちょっと見えた。すごい。いっぱい。すごいね、うん、どういうシステムなんだろう笠木って。関西キャンプといえば笠木に行ってみたいそうって言ってはいたんですよ。すごい人気なんだねやっぱり。ねえ。わあ見れた。嬉しいね。突然突然の出来事だった、2025年始まりましたので今年の抱負大会を始めたいと思います。はい、せっかくね着くまでちょっと時間がありますからね。はい、私たちとトークしましょう。はい、トークしましょうね。今日なぜ今奈良県にいるのかっていうのもねそうですな、つながってくるんじゃないかなと思います。はい、抱負って皆さんも掲げて1年を過ごしているかどうかは分かんないんですけど、でも大体なんかそういう話になるんじゃないですか、1回ぐらいは。なるよね。始まったら新年、今年の目標とかありますかみたいになるよね、だからやっぱり自分たちなりにも1個2個こう考えてみたりしたんですよ。皆さんの抱負も聞きたいですね。聞きたい。ぜひぜひコメントに書いていただけたら嬉しいです。じゃあどっちからいきますか？じゃあ私からタローズ抱負 TH 略してはい TH はですね、はい、もうやってるんですけども、お酒をやめますというかもうやめてます。やめますと言ってもとりあえず春までと思ってやってるんだけど、去年ね動画にも出しましたが、はい、人間ドックの結果があんま良くなくて、そうそう、コレステロール値だったりとか、脂肪肝だったりとか、まあそのあたりの数値があんま良くなくて、なんとか血糖なんだっけ、空腹時血糖値っていうのが良くなかったのかな。まあとにかく数字が悪かった。まあ2人ともあんま良くなかったんだけど、太郎ちゃんはその肝臓系があんまり良くなかったっていうのもあって、ただね太郎ちゃんはねお菓子すっごい食べるとかはないの。まあご飯おかわりしたとしてもその暴飲暴食と言われるような量ではない。そうだね。まあご飯も結構そうなんだけど、よく大盛りがあったら大盛り頼みたいとか、そうだよね、おかわり自由って言われたらおかわりしちゃいたいとか、もうなんか100ゼロの性格なんですよ。そうだね。だからお酒も1杯だけビール飲んで終わりとかだったら、もう飲まない方がいいみたいな。そう、今日1缶だけとかができない。そうね、開けちゃったら一緒だみたいな感じで、3缶でも10缶でも一緒だってなっちゃって、いっぱい飲んじゃうわけよ。はい、かといってだから飲まないっていう方が楽だから、本当はなんかよく皆さんにも言われるのは、いやほどほどにしたらいいじゃんと言ってくれるんだけど、バランスとかほどほどな量とかって自分でもそう思うし、でもやっぱそれができないから、だったら最初から飲まなければ我慢できるっていう、その1杯でやめるんだったら、もう飲まないっていう方が楽で、それがまあ100ゼロってやつですね。そうそう、精神的にもそっちの方がよっぽど楽なんだよね。なんかどうしても1缶飲みたいとかってよく聞くじゃん。1個で全然満足できるんだよね。ビールが飲みたいみたいな、別にそういうのがあんまないんですよ。まあもちろん飲みたいはあるんだけど、どうしてもみたいな感じではなく、なしならなしでっていう。ちょうどだから私はその太郎ちゃんと真逆な感じなんですよ。ハルピンはね1缶2缶でやめれるし、この1缶でめっちゃそれがリフレッシュになるから、ゼロにすることない、そこで終われるし、むしろ1缶あることによって元気100倍みたいになれるみたいな。春にまた健康診断をすると思うんで。そうですね、まあ人間ドックをやるかは分かんないけど、健康診断は多分やると思うから、数値を戻したいっていうので断酒
しております、春まで一生っていうわけじゃなくて、とりあえずねゼロっていうのは春まで。斉藤夫婦この動画が始まって以来っていうか、太郎ちゃんの人生では、もっと前から飲んでると思うけど、結構やっぱりずっと多分ライブにしろ何にしろ2人でお酒を開けているシーンっていうのがすごく多く見受けられたかと思うんですけど、だし多分本当にそれこそお酒を飲み始めてから1ヶ月の禁酒ってやったことないと思うんだ。禁ってつくのはタバコぐらいじゃない？タバコはねもう多分やめれたと思ってんだけど、もう6年やめてるんで、そこでですね、太郎ちゃんがお酒をやめた場合ですね、何を楽しみにじゃあやっていくんだと思う方もいらっしゃるかと思うんですよ。じゃあ自分もやめたいなって思ってはいる、だけど酒もタバコもやめたら何を楽しめばって思ってる方もいると思うし、キャンプでその飲んでまったりしてる時間っていうのが何にあてがわれていくんだろうかっていうお話もね、気になる方もいるかもしれないですね。俺が一応見つけたのは、まだやってないんだけど、やってみようと思ってるのは、キャンプ飯のランクを1段上げる、イエーイ高級にする私はめっちゃ嬉しい、そこにちょっとお金をかける、っていうのをやろうかなと思ってます。いいですね、ゆっくり作ってまったり食べていくっていうね。それもすごくいい気がする。あとでもノンアルビールは買うし、あとレッドブルが好きなんで、レッドブルでちょっとこう嗜好品的な気分を味わおうかなと思っております。そう、太郎ちゃんレッドブルケース買いしてて、なんかカロリーゼロで糖質もゼロ、なんか全部そのゼロだから、カフェインだけが気になるって言っているんだけど、カフェインが入ってるからだし、人工甘味料っていうのが入ってて、体にいいかって言われると飲みすぎたら良くないんだけど、でもアルコールよりは全然いいと思ってて。1日3本くらい飲んでるよね。いや違うよ、それは、昨日たまたま運転があったんで、そういうこと？3本飲んだけど1日1本です基本は。そうなんだ、1日1缶。そうそう、あとはそういう飲み会の時とかは飲もうかなと思ってる、3本とか。いや健康本当に大事。自分にしかわからないじゃん。なんかわかるじゃん。なんかそろそろちょっとお腹の調子あんま良くないなとかさ、お酒はねやめてなかったけど、結果が悪かったから、食事とか気をつけたりしてから、やっぱこの腰が痛いって言ってたのもなくなったし、言ってたよねずっと、それが始まりだったからね。肝臓じゃないとかね、腎臓じゃないとかなんかずっと、実際ねやっぱ肝臓の数値悪かったからね。そんなことですね。自分の抱負は以上です。TH タローズ抱負は断酒ということで、ハルピンさんの2025年は、私の2025年の抱負は、HH ダイエット継続。私の場合は運動をして、食事を改善して、お酒をほどほどにしてバランスよくやっていき、長期目線で痩せていき、筋肉をつけて体を健康にしていく。実はですね、こんな私ですが生意気にもパーソナルトレーニングというのをやらせていただきまして、かなり勉強もさせてもらいました。食べ物とかなので、ちょっとお引っ越しもしてしまうんでね、そこには通うことはできませんので、ただそこで学んだこと、3ヶ月学んだことを今後も継続して自分でやっていきたいっていう風に思ってます。ゆるゆるですけど、今日明日のね目先の体重ではないですが、長々かけてしっかり体作りをして、年を重ねてもキャンプとかアウトドアとか健康に楽しんでいけるようにやっていきたいと考えております。もう一個あります。もう一個の目標は、2024年初めてオリジナルデザイン企画案で生産販売をさせていただき、皆様にもたくさん購入していただきました L&C のアパレルあったと思うんですけど、本当2024年もありがとうございます。ありがとうございます。2025年はですね、皆様に手に取って商品を見ていただけるように、どっかのお店に置かせていただきたいと思います他力おろしたいおろしたい。そう、自分でお店を持つのって本当にちょっと大変、でもねやっぱり洋服だからこそちょっと見てみたいとか、サイズ感を知りたいとか、生地感が分かんないとか、やっぱりインターネットだと伝えきれないことも結構あるので、そう数字では書かれてるんですけど、資金力の問題もあるんですけど、サイズを豊富に展開しているわけではないので、やっぱりそのサイズ気になるっていうお言葉は結構多かったんですよ。皆さん体つきも
個々に違うじゃないですか。だからやっぱり数字では分かりきれないことっていうのも出てくると思うんで、なんか手に取って見れる場所があったらなって、もちろんちょっと全国展開していくことは難しいんですけど、こう徐々にL&C のお洋服あそこで見れるよじゃないけど、そういった商品を貸していただける卸ができるようになりたいなと思って今後勉強していこうと思っております。これが2025年の目標です。じゃあ次、はい、2個、もっともっと走るでゲス。引っ越したらドッグランを作って走るでゲス。はい、じゃあ次メリー、はい、いっぱい食べますいっぱい食べてみんなに可愛い可愛いってされます。以上ですいつも変わんないじゃん変わりません。抱負は一緒じゃん毎年。で斉藤家の2025年の目標でございました。はい、あとはね、それこそだから引っ越しが2025年にあるんで、ニコメリと僕らの全員の抱負としては新しい暮らしを楽しむっていうところだと思うんで、そうですね、新たなスタートを山梨県でいろいろと始めていきたいと思ってるんですが、またちょっと田舎暮らしに戻るということなんですよ。結構家が田舎なんですよ。実際に家の動画をやるときに細かくお伝えできればと思うんだけど、安いんですよ。家安く買えたんですよ、中古ですから。今後どういうスタイルで生活していきたいかっていうと、やっぱりキャンプは続けたいというか、僕らの趣味なので一番の。そうですね、変わらず続けたいんだけれども、静岡の時もやってたけど長旅も継続したい、長期旅っていうのをやっていきたいんですよね。で遠出をしたい、遠征したいっていうのも変わらずあって、課題の中に遠征をすると、どうしてもやっぱシェビーバンでも辛くなってくると、自分たちもあれ中でこう中腰でしか立てないから、腰がきつくなってきたりとか、基本腰かな、ずっと座っててもちゃんと作業できるような場所じゃないから、仕事がねはかどらないとか、今ね長くても1週間ぐらいかな、結構それぐらいで限界なんですよね。体的にも、仕事的にもバキバキになっちゃう。であとはニコメリもちょっとストレスが溜まってきちゃう、あんまり動けないと、っていうのでタオスも手放して、シェビーバンもねあんまり調子が良くないと。そうなんですよね、足回りがちょっと調子悪くて、今も修理に出してるんですけど、もう何回目の足回りの修理、多分4回目ぐらいかな、出してるの全然治んなくて、これで治んなかったら遠くに行くのはちょっと怖いかなと思っていて、遠くって言っても例えば九州とか、北海道とかそんぐらいの遠くですけど、行くのは怖いなと思っていて、キャンピングカー探しをしておりますそうなんです、いろんなのを見たりしてる段階で、バンコンがいいのかキャブコンがいいのか、いや本当に難しい、ある程度大方こんな感じのがいいっていうのはありつつも、見てみて実感して思うことも今あったりする中で、だから実は今日も、その個人の方なんだけど、キャンピングカーを見せてもらうっていうのでこっちに来てるということです。で、ちょっともともとね見てみたいって思ってた形があったんで、太郎ちゃんが見つけてくれて、やっぱね見ていかないとこうないなっていう気持ちも生まれてこないし、ありだなっていう気持ちも確定してこないから、見ちゃうのが早いなっていうことで、ちょっと今日は見に行くことになりました。新しいスタイルを、やっていきたいなと思っております。そろそろ着きますね。あっという間に。奈良県奈良市ですね。わー、東大寺はあちらって。これだ、月日干し、これです。これ全然違う、ここです。この氷室神社の駐車場っていうことで、ちょっとおいで。温泉卵は1人1個で、ご飯と漬物は中に取りに何度も行ってもいいということです。
もなかがついてる。中にお味噌が入ってるんだって。めっちゃ素敵なところですね。今太郎ちゃん2個目入りのクッション取りに行ってくれてる。なんでリュック忘れちゃったんだろう。20種類もあるんだって。ご飯は白米と茶粥の2種類があって、それを選んで食べることができるんだね。で自分でポットのお湯を注いでお茶に注ぐのともなかに注ぐのと、卵も1個ずつだけど追加したかったら1個50円でもう1個食べれます。手作りもなかもおかわり自由。こうやってちゃんと美味しい食べ方書いてあります。これをはいもうこっちの席貸していただいて、ここにこの人たちいてもらったら。2個目入りベンチじゃん。いていいってよかったね。広く使わせていただいて、誰も外に来ないから、ね、まだ早いからさ。説明してもらった？説明してもらった。まずですね、ここにお湯が入っておりますので、はい。このお湯をこの中にお茶が入ってるので、お茶パこんな感じで、はいここに注いでいただいて3分間出します、煮出しします、でこのもなかの中には味噌が入ってるので、ここにもこのお湯を注いでください。で味噌汁になる。はい、はいで白米かお茶がゆか漬物、これは中でバイキングになっております、温泉卵は1人1個となっておりますが、追加で食べたい時はプラス50円かかります、バイキングタイプとなっております。時間は特にありません。どうぞごゆっくり。ありがとうございます。以上です。すごいよね。すごい。これで20種類取ってきました。俺はそんな取ってこなかった。すげえ。うまそう。茶がゆ。いい匂い。あ、めっちゃほうじ茶の匂い。ここにお湯入れて。はい。味噌汁。はい。こういう味噌汁俺売ってんのは見たことあるけど。ね。いただきます。いただきます。絶対うまいよ。こんなの。すごい。おかゆ。あれ？おかゆスプーン持ってきた？うまい。うわ。うまい。茶がゆめっちゃ美味しい。奈良漬けありました、本当に。これだよ、奈良漬け。これね。うわ。美味しい。わ。買って帰ろうかな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。大仏さんと同じ形をしております。行きましょう。行きましょう。分かったよ。メリも歩いて。ちょっと待って。パツパツパツ。こんにちは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 。あれ。もう吠えもしない。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しすぎたわ。2杯食べました。美味しかった。すごいんだね。なんか出てきたらすごいもう混んでて、全開の観光地なんだね。海外の方にも人気なんですね、やっぱり。修学旅行のコースみたいな、奈良の大仏と奈良公園と、みたいな同じようなコースで行くのかな、外国人はやっぱ。そうね。でもなんかさ、本当小学校の時全然そういうのを学ぼうという学びの精神がなさすぎて、なんか今同じことをしたいもん。もう一回なんかちゃんと回りたい。あの時は全然覚えてない。わかる。まあそんなこんなで、今からそのキャンピングカーを見に行くわけなんですけど、これはねちょっと個人売買なのでちょっと待ち合わせして見せてもらうって感じなんだけど、以上2025年の抱負でございました。とりあえずはね引っ越しが2月にありますんで、ちょっとバタバタしますけど、またそれが終わったらね長旅出たりしたいと思ってますので、またそっちの動画も見てもらえたら嬉しいなと思います。ぜひぜひチャンネル登録もしていただけたらとてつもなく嬉しいです。とてつもなく。そういえば忘れてたわみたいな、なんかね結構ね見てますって言ってくださってる方とおしゃべりしてて、途中でそういえばチャンネル登録してなかったっすって言ってくれたりするんだけど、もし忘れてたわっていう方がいらっしゃったら、ぜひ今ポチッとしてくださったらとてつもなく嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。さようなら。
ありがとうございました。行ってきます。行ってきます。楽しみや。